皆さんこんにちは。今日は1月3日新橋演舞場に来ました。西野さん原作で市川海老蔵さん、主役、そして勸玄君、ボタンちゃんが出るプペル歌舞伎に来ました。今日は、ボタンさんが主役の日です。並んでる人たちの、若さと熱気が昨日の歌舞伎座初日とは少し違います。興奮の予兆がします。それではどんな歌舞伎になるか言ってみましょう。ちなみに私は感じたことを素直に言うんで、もしかすると終わってから批判的なコメントになる可能性もあります。もし気に障る方はここで見るのをやめください。私は素直に歌舞伎ファンとしてのコメントを言おうと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴー。らしいですね。いいですね。お、すごい。入り口もこっちの方が賑わってますね。入るといきなりもう舞台が真っ赤なです。それはミュージカルとかの手法でしょうか。歌舞伎ファンのために煙突町のプペルのご紹介をします。基本は絵本版が元になってますので、無料公開されている絵本をご覧になることをお勧めします。リンクは概要欄に貼っておきます。まず1ステップ目、光る心臓が空からやってきてゴミ箱の中に落ちます。そしてゴミの中からゴミ人間が誕生します。2ステップ目、ゴミ人間はハロウィンの日に子供たちからいじめられたりします。そこでルビッチと知り合います。ルビッチと知り合い、ルビッチから友達になってくれというふうに頼まれます。そしてプペルという名前をもらいました。2人は仲良くして、ルビッチは父親の思い出、星の話をしてくれた父親の思い出を語ったり、あとはお父さんからもらったペンダントをなくしたということをプペルに告げます。そしてプペルを同じ職場の煙突掃除屋の仲間ダンがリーダーですけども、応援ももらいます。3ステップ目、ところがゴミ人間いつまでも匂いがします。匂いのせいや、あとはルビッチの秘密の星の話も周りの人に話してしまいます。そしてルビッチとも仲違いします。そんな怪しいプペルを異端審問官が追います。4ステップ目、プペルは一人でルビッチがなくしたというお父さんからもらった銀のペンダント、宝を探します。そして自分の体の中に見つけます。そしてプペルはルビッチに星を見せるために大きな船も探し、ついに見つけました。5ステップ目、プペルはルビッチにそのこと、宝のことを伝え、そして一緒に星を見に行こうというふうに伝えます。2人で船に乗って黒い雲を越えて星を見つけます。そして実はプペルが見つけた宝はお父様のもので、プペルはお父さんの生まれ変わりだということに気づきます。めでたしめでたし。歌舞伎版のプペルでは、プペル、そして父親のブルーの、熊橋という名前ですけども、そして異端審問官の田沼、これを海老蔵さんがします。そしてルビッチは春という名前に変わってますけども、ボタンさんと勸玄君がします。煙突掃除屋のダンは玄という名前ですけども、これは右團次さんがします。この物語は3つのテーマがあります。一つは雲に覆われた環境の話。そして2つ目はルビッチとプペルのように友達、友情という話。3つ目は見たことないものを否定するなという、夢や勇気の話。そういう物語が煙突町のプペルです。今プペル歌舞伎の前半が終わりました。いやー、海老蔵さんが歌舞伎を壊したらどうしようと思ってちょっとドキドキしましたけども、破綻なく楽しめました。一つ目、舞台が始まる前にきちんとセットが組まれていたり、
あとは舞台が始まってからも照明を使ったり、あとビゾーさんが太鼓を叩いたり、今いろいろとても楽しませることを工夫された舞台だと思います。素晴らしかったです。楽しみました。そして2つ目、ビゾーさん、なんと、3役ですけども、田沼を継ぐ2役2パターン、そして、ゴミ人間2パターン、そして、最初の父親の役があるんで、全部で5パターンの早変わりでした。なるほど、先日見た伊達の10役みたいに鮮やかで、多分歌舞伎ファン以外の方は、どうやって早変わりしているかわからない方も多かったんじゃないでしょうか。3つ目、そして、音楽がきちんと、歌舞伎町の長唄、そして、最初は義太夫から始まったんですけども、義太夫長唄だったんで、あと言葉も、歌舞伎町の言葉で、海老蔵の見えも良かったですし、睨みも良かったですし、そういう意味では、歌舞伎としても楽しみました。さあ後半どうなるか楽しみです。今プペルが終わりました。いやすごいですね。すごいというかですね、歌舞伎をベースにチームラボとそして、大衆演劇と混ぜたようなすごい舞台でした。サービス精神満載でした。1つ目は最後何といってももう圧倒的な、舞台の最後すごいですね。ビゾーさんとボタンさんで、2人で身を切って大きな船に乗って、出てくるんですけども、スモークもガンガン焚いて、そして、レーザー光線、そしてミラーボールも飛び交うという舞台でした。すごい最後虫が客席に向かって、飛び交ってすごい、もう装置と役者と、一体となってすごい舞台でした。2つ目、その前に、田沼一派をやっつけるところ、これはもう完全にしばらくでした。ビゾーさんのしばらく青と赤のしばらくで飛んできての立ち回り、豪快で、睨みもあって、新年早々良かったです。そして3つ目、このしばらくの時に早変わりするんですけど、私もどう早変わりしているのかよく変わりませんでした。すごい巧みな田沼とプペルの早変わりであったと思います。4つ目、終わって後の、カーテンコール、カーテンコールがあったんですね。それが、4回あって、なんとみんな最後はスタンディングオベーションでした。初めて歌舞伎で見ました。でも拍手とスタンディングオベーション、すごい、満足感をさらにかきたてるもんだと思います。5つ目、西野さんのいろんな文章とか、あとはYouTube、ボイシーとかを聞くと、やっぱりきちんとお金をいろんな手法で、得て、それを舞台装置とか舞台そのものに投じると、舞台にお金が必要なんだと言ってますけども、そのことがすごいよく分かりました。舞台装置ものすごいです。チーブラウと言いましたけども、歌舞伎でここまでのものを見たことがありません。どこにもできます。ということで、ぜひ歌舞伎ファンの方も食わず嫌いをしないで、見ることをお勧めします。1月20日までやってます。私も今日はボタンちゃんのを見ましたけども、勸玄君のもぜひ見たいです。もう少し、歌舞伎町勢いがあるかなというふうな、期待もあります。今年も1年また歌舞伎とともに楽しみたいと思います。いいねしてくださると嬉しいです。チャンネル登録してくださるといろいろ情報も渡します。それでは新橋演舞場から新年、楽しめました。それではまた和風の旅を続けましょう。それではまた。
まだ余韻が残っている中ですけども、ちなみにちょっと改善事項が3点あります。1つは、最初役者がマイクを使ってるんで、マイクを使ってるとこと肉声で話してるとこもあると思うんですけども、そこの差が少しありました。マイクはやっぱり上から音が聞こえてくるんで少し違和感がありました。2つ目、お笑いの方が、泥棒役をやってました。ちょっとやっぱり勢いを出そうとしてるんですけども、私はきちんとした歌舞伎役者の方がいいと思いました。3つ目は、この、パンフレットですけども、パンフレット買いました。パンフレットですけども、ちょっとあらすじもちょっと書いてほしいなというところあります。この3点が改善されれば完璧なスーパーを超えるハイパー歌舞伎だと思います。はい、以上です。